こんにちは。 JP コンサルタント趣味の部屋です。今日は前回と同じで織姫様と彦星様という形で動画を撮影させていただいたものを紹介します。前回との差異は、撮影機材が前回は ASI のオーロラだったんです。 ASI じゃない、サイオネックスのオーロラだったんですけども、今回は ASI290 に以前紹介させていただいた C マウントレンズをつけたもので撮影したものとなります。動画の中身的な特差異としては、結局のところ以前の動画は普通にビデオで撮ったものなので、時間の進み方が等速普通の状態なんですけども、この ASI290 はあくまでビデオではなくてカメラなので静止画を撮るものです。そのため静止画をたくさん並べて動画にしてっていう風な形になるので、速度がものすごく速くなります。今回の場合普通だと、2、3時間ぐらいですかね。明け方までの映像なんですけども、これを5分ぐらいの映像に短く短縮したものということになります。で、今回紹介する絵の構図なんですけども、範囲と向きはおおむね前回の動画と同じです。少し今回の方が狭い範囲にちょっとだけ抑えたような感じになっています。で、画面の左上にあるのが織姫様ベガですね。一番明るいのが織姫様のベガとなります。そして画面下の方、緑色の丸いエリアの中のこの緑色の棒で指している部分が彦星様アルタイルとなります。それでは動画の方をお楽しみいただきたいと思います。撮り始めの時、左上の方に明るく一番輝いているのが織姫様ベガなんですけども、画面の真ん中下の方にある彦星様アルタイルはまだ画面に入ってきていません。もうしばらくしたらばひょっこりと顔を出すと思います。画面左右のセンターの方の下の方ですね。はい、今画面の真ん中らへん、真下のところから顔を出した一番明るい星が、これが彦星様アルタイルとなります。明るい星2つあるんですけれども、この2つの星のうち下の方の白い星が、これが彦星様です。途中にある天の川は ASI を使っても見れませんね。もっと感度を上げたりとか、録音時間を伸ばせばいいんじゃないかと思われるかもしれませんが、画面が真っ白になってしまってそうはいきません。そしてそろそろ織姫様ベガが画面から退場いたします。角度的には今織姫様が退場したところは、私の頭の上よりも少し西寄りです。で、カメラ自体は東を向いています。
一人になってしまった彦星様は少し寂しそうにしながらゆっくりと登っていきます。どれだかそろそろわからなくなってきた方もいらっしゃると思うので、もう一回彦星様の位置をご紹介いたしますと、画面を上下左右に4分割したときに、今流れ星がちょっと流れましたね。上から下に6分24秒ぐらいかな。そしてまたもう一つ流れました。私これ両方とも流れ星だと信じたいんですけども、感度を下げてかつ長い露光じゃないと映らないような形にしてるんで、よっぽど明るくないと映り込まないと思うんですよね。だからもしかしたらば流れ星じゃなくて人工衛星の可能性もあります。ただものすごく大きな流れ星っぽいものが画面のてか空の大きく横切るという格好で流れていきました。あれまた流れた。3つ目だ。結構流れるものだな。実は先ほど言ったような撮影条件から流れ星なんてほとんど映らないっていうか、記録残らないんじゃないかと思ってたんですよ。映っても薄くて見えないんじゃないかなっていうのが私の予測だったんですけども、もしも今の3つが流れ星だとしたらば、ちょっと私の予測は大幅に裏切られた格好ですね。嬉しい方向にですけれどね。とは言っても短時間で高感度で撮れるサイオニックスのオーロラの方が流れ星を撮るという意味では圧倒的優位にあるのは間違いありません。流れ星流れる時間さえ分かればね、またはサイオニックスオーロラがちょっと法律だか規制の理由で30分までしか連続して撮影できないんで、一晩中こう撮影できればちょっと状況違うんでしょうけども、さてそろそろ空が白み始めてきましたね。あんまり明るくない星は空が白み始めたのに飲み込まれて見えなくなってきています。逆に明るい星はそこから周りの星々から浮き出るように、周りに光るものが何もないので浮き出るようにくっきりと見えるようになってきたような気がします。ここら辺は目の錯覚なんでしょうけども面白いものですよね。空がどんどん明るくなって星々が飲み込まれて見えなくなっていくのに、明るい彦星様なんかはまるで主演男優のように高校と綺麗にこう残っているのが面白いものです。さて空が本当に白くなって画面に何も映らなくなってきました。そろそろ今日の動画はおしまいにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは失礼いたします。